今回は地震や台風などの災害への備えで iPhone を活用する方法について紹介したいと思います。2021年2月13日午後11時に最大震度6強という非常に大きな地震が発生しました。この地震で家具が倒れたり、停電や断水が発生した地域もありました。日本は地震だけでなく、台風やそれに伴う土砂災害、河川の氾濫など自然災害に遭うリスクがあります。この動画で災害の備えに iPhone を活用できるように、少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。このチャンネルの動画ではガジェットについて紹介しています。少しでも皆さんの役に立つ動画を作っていきますので、画面右下にある登録ボタンを押してチャンネル登録よろしくお願いします。この動画は2021年2月19日時点での情報に基づいて配信しています。ご了承ください。この動画の流れですが、最初に iPhone での緊急事態への各種対応の設定を紹介します。次に iPhone で役立つ防災アプリを紹介します。3つ目に iPhone で災害に備える方法について検証します。最後に災害時の iPhone の活用について検証します。この動画の説明欄にタイムラインのリンクを貼っておきますので、好きなところから見ることができます。ぜひ活用してください。iPhone での緊急事態への各種対応の設定についてですが、1つ目は iPhone での緊急速報の受信設定です。緊急速報は気象庁が配信する緊急地震速報、津波速報、特別警報のほかに、国や地方公共団体が配信する災害・避難情報などの形で対象のエリアに配信されます。緊急速報は、例えば緊急地震速報の場合は、このような音で鳴ります。地震で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 す。津波警報の場合は、このような音が鳴ります。津波です。津波です。津波です。格安 SIM を使っている場合は、格安 SIM の事業者や使用している端末によって緊急速報が受信できるかどうか異なってきます。ビッグローブモバイル音声通話 SIM の場合、緊急地震速報は iPhone で受信できることが確認されています。他の緊急速報は受信できるかどうか分かりません。格安 SIM を利用されている方は、ご自身の SIM や端末が緊急速報を受信できるかどうか、どの緊急速報が受信できて、どの緊急速報が受信できないか、契約している格安 SIM のウェブページで確認されることをお勧めします。大きな音で緊急事態を知らせてくれる緊急速報ですが、例えば大きな地震の場合、その警告音で身の安全を確保するための時間を確保することができるようになります。また、津波の場合は、津波が到達する前に無事なところへ避難できる時間を確保できるかもしれません。いざという時に自分の身を守ることに役立つ緊急速報がきちんと機能するように、ご自身の緊急速報の受信の設定の状態を確認しておきましょう。それでは iPhone の緊急速報の受信の設定について確認します。まず設定アプリを開き、通知をタップします。画面を一番下までスワイプします。一番下に緊急速報という項目がありますので、これがオンになっていることを確認します。これがオンになっていないと緊急速報が受信できません。通常はここがオンになっているはずですが、オンになっていない場合はオンにしておきましょう。次にメディカル ID の設定を説明します。メディカル ID は端末の持ち主の医療情報を緊急時に表示させる機能です。あらかじめご自身の医療情報を入力してメディカル ID の設定をしておくことで、万が一の場合、医療従事者などの第三者にあなたの医療情報を見せることができます。このメディカル ID では、生年月日、持病や怪我、医療メモ、
アレルギーと反応、使用中の薬、血液型、万が一の時の臓器提供の意思、体重、身長、緊急連絡先を入力することができます。メディカル ID の設定方法ですが、設定アプリのヘルスケアをタップします。メディカル ID をタップします。編集をタップします。すると先ほど説明した各種情報が入力できるようになります。画面の一番下まで行くとロック中に表示とあります。これがオンになっていると iPhone がロックされた状態でもここで入力された医療情報を見ることができるようになります。ここで注意していただきたいのは、ロック中に表示をオンにすると、ここで入力したあなたの情報が端末を手にした第三者が見られるようになるという点です。あなたが端末を紛失したり盗難された際、ここに入力したあなたの情報を読み取られる恐れがあります。ですので、緊急時の万が一のために医療情報を誰でも見られるようにするのか、あなたの情報を見られないようにするのかはあなた自身で判断してください。3番目は、緊急 SOS のやり方について紹介します。災害時など緊急事態の時に、警察や救急などすぐに電話をかけることができます。iPhone 8以降の iPhone ではサイドボタンとどちらかの音量ボタンを押し続けます。押し続けていると緊急 SOS スライダーの画面が出てきます。緊急 SOS スライダーをドラッグして緊急電話をかけます。ドラッグできない場合はサイドボタンと音量調節ボタンを押し続けた場合、カウントダウンが始まり通知音が鳴ります。カウントダウンが終わるまでボタンを押し続けた場合、自動的に緊急通報用電話番号にかかります。iPhone 7以前ではサイドボタンを素早く5回押します。緊急 SOS スライダーが表示されます。緊急 SOS スライダーをドラッグして緊急電話をかけます。今回緊急 SOS の方法について紹介しましたが、間違って本当にかけてしまわないようにしましょう。緊急時の時に使えるように手順を頭に入れておきましょう。この手順は Apple のウェブサイトでも見ることができます。それでは次に iPhone で役立つ防災アプリについて紹介します。ここでは Yahoo Japan の防災速報というアプリを紹介します。このアプリでは地震や津波などの情報を受け取ることができます。このアプリで受け取れる情報は、避難情報、地震情報。地震情報は震度を指定して受け取ることができます。津波予報、大雨危険情報、豪雨予報、土砂災害、河川洪水、気象警報、熱中症情報、火山情報、国民保護情報。これは外部からの武力攻撃や大規模なテロが迫ったり発生した時に通知されます。防犯情報、自治体からの緊急情報、異常感知情報、お知らせとなっています。緊急時の情報をプッシュ通知で受け取ることができるので、このアプリはおすすめです。特に格安 SIM を利用されている方は、各種緊急速報の受信が全てできるわけではないかもしれないので、このアプリを入れて情報を受け取れるように設定しておいた方が良いと思います。次に iPhone で災害に備える方法について検証します。まず1つ目は緊急時の避難先の把握をしておくことです。これは皆さんがお住まいの自治体から情報を得ることをお勧めします。アプリでも緊急避難先の情報を見ることができるアプリがありますが、時々アプリの情報が間違っている場合がありますので、自治体の情報を得ることがより確実だと思います。お住まいの自治体のホームページで緊急避難先の情報を載せていることが多いので、そこから情報を入手するようにしましょう。
例えばこれは千葉県いすみ市の場合ですが、津波や洪水時の緊急避難場所と指定避難場所を確認することができます。オフラインでも見ることができるように端末に情報を保存しておくのも良いかと思います。2つ目はハザードマップを確認しておくということです。ハザードマップでは自分が住んでいる場所が土砂災害、水害の危険性があるのか確認できるようになっています。これも iPhone のアプリで同じような情報を得ることができますが、お住まいの自治体の作成したハザードマップで確認されるのがより確実であると思います。自治体のホームページの中でこのハザードマップを載せているところが多いので、ぜひお住まいの自治体のハザードマップを確認してみてください。皆さんの自宅やその周辺がどのようなリスクがあるのか、よく行く場所、職場、学校など把握しておくと良いでしょう。先ほどの緊急避難先と合わせて確認しておくことをお勧めします。次に災害時の iPhone の活用について検証します。1つ目は停電時のライト代わりに使用する方法です。大きな地震や台風があった場合、長時間停電することがあります。特に大きな地震の場合、夜間に停電が発生した場合ですが、床に物が散乱していて真っ暗で足元が見えず、足を怪我してしまうことがあります。そのような時に緊急時の簡易的なライトとして iPhone は活躍してくれます。iPhone のライト機能を使うには、コントロールセンターからライトを使うと早く使うことができます。iPhone 8などホームボタンがある iPhone は画面下から上に向かってスワイプさせてコントロールセンターを表示させます。ライトのアイコンをタップし、ライトをつけます。iPhone X などホームボタンのない iPhone は画面右上から下に向かってスワイプさせて表示させます。この iPhone のライト機能は緊急時に役に立つので覚えておくと良いと思います。ただし緊急時の iPhone のバッテリーは貴重なので、懐中電灯などのライトを用意されておくことをお勧めします。iPhone はそのライトを取りに行くまでの間での使用に留めておくと良いでしょう。2つ目は緊急 SOS です。災害時に建物や家具の下敷きになったりなどで動けない場合、または近くにそのような人がいて救助が必要な場合などは、iPhone の緊急 SOS の機能を活用すると良いでしょう。3つ目は位置の共有機能です。ご自身の位置を家族などに伝えたい場合ですが、iPhone のマップアプリを開いてご自身の地点をタップします。すると現在地を共有という選択肢が出てきますので、現在地を共有をタップし、共有手段を下から選択します。4つ目は通話アプリの活用です。大きな地震などの災害時には電話回線を使用した通話が混み合ってしまい、つながらないことがあります。そのような時、インターネット回線を使用した通話アプリ、FaceTime や Google Duo、LINE 電話などを試してみると良いと思います。電話回線を使用した通話アプリで電話できない場合は試してみてください。5つ目は低電力モードの活用です。災害時は停電が長期間に及ぶ場合、iPhone のバッテリーは非常に貴重なものになります。iPhone は貴重な連絡手段であり、情報を入手する手段でもあるので、バッテリーをなるべく長く持たせるため、この低電力モードを覚えておくと良いと思います。低電力モードは設定アプリのバッテリーで設定をオンにすることができます。最後になりますが、iPhone で災害に備える方法を検証してきました。確かに iPhone は事前に情報を入手したり、緊急時の連絡にとても役に立つものですが、災害に備えておくということも大事なことだと思います。それは地震で家具やディスプレイが倒れないようにしておく。地震時に皿など落ちて割れないようにする。水、保存食を確保しておく。
そして災害に備えてご自身で情報を集めて準備しておくことが一番重要になります。いかがでしたでしょうか。この動画が少しでも皆さんのお役に立てたなら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。今後も少しでも皆さんのお役に立てるような動画を作っていきますので、画面右下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いします。